こんにちは、大輔です。本日は入国制限が解除されたとして、果たしてね、みんな海外旅行に行くようになるんだろうかっていうところをね、考察していきたいと思います。で、このチャンネルでは安全に海外に行けるのがいつになるのかについてですね、最新情報をお伝えしていきます。他人に迷惑をかけないために、自分や家族を守るために必要なことについて発信をしてまいります。コロナ明けに海外旅行いつ行けるのか待ち望んでいる方っていうのは、ぜひね、チャンネル登録をお勧めいたします。本日お伝えする話というのが、ホテルであったりフライトだとかの比較検索サイトですね、として有名なスカイスキャナーさんが行った旅行へのですね、意識の変化についてのアンケート調査と、こちらの最新結果をもとに私の考えをお伝えしたいと思います。まずね、結論からなんですけど、海外旅行再開の鍵っていうのは不安解消と、あともう一つですね、100% 払い戻し可能な航空券と、こうなっております。スカイスキャナーが取ったアンケートというのがこちらの質問事項だったんですね。規制解除後、海外旅行に行きたくなるタイミングっていうのはいつですかというところですね。あと何が実現すればまたね、旅行予約されたいですかと。で、さらに旅行先を決めるときに最も重要視するものは何でしょうか。最後にですね、旅行スタイルっていうのはどのように変わっていくと思いますかというこの4つの設問がなされたわけなんですね。じゃあ頭からね、見ていきましょう。規制解除後に海外旅行行きたくなるタイミングっていうのがいつなのかという話なんですけど、日本、韓国、イギリスではですね、感染の心配がないと思えた時というのが一番多かったわけなんですね。それに対してね、アメリカは航空券が手の届く価格になった時っていうふうに答える人がトップだったようなんですよね。で、これを見ると、この4国の中でのね、アメリカ人の旅行好き精神っていうのが垣間見えますよね。で、日本の皆さんっていうのはね、世界の中でも特に慎重派なんだなっていうふうに思いました。で、感染症の心配が減ったことを確認した上での、渡航っていうふうにね、考える方が、この日本、韓国、イギリス、アメリカの4国の中でも、最もね、多かったというのが数字でも見て取れるような格好だったわけなんですよね。で、このチャンネルをね、見てる方って、特に海外いつ行けるのかって待ち望んでる方が多いかとは思うんですけど、それと同時にね、心配を最小限化したいっていう意味では、同じ気持ちなんじゃないかなというふうに思っています。で、次ですね、何が実現すればまた旅行を予約しますかという質問なんですけど、これはね、各国同じ回答だったみたいですね。100% 払い戻し可能な航空券と答える人が多数だったようです。ただね、この設問に関しては、ちょっと僕思うところがありまして、スカイスキャナーさんのね、思惑が反映されているように、見えたわけなんですよね。だってね、これちょっと設問これ見てくださいよ。設問というか選択肢。これね、お客からしたら 100% 払い戻し可能なチケットを提供するのがですよ、航空会社なのかツアー会社なのかって、ぶっちゃけどっちでもいいですよね。払い戻し可能であるかどうかが重要なわけで、それを提供する人がね、どこなのかっていうのはそんなに関係ない話かな。どこでもいい話かなと、いったところですね。なんで、チケットの省流を意識したね、業者側の、視点でのね、質問事項になっていそうだなっていうふうに感じましたよね。あと航空会社ごとの衛生管理だとか、旅行先のね、国ごとの衛生管理っていうのは、政府の意識もね、ばらつくところだと思うので、このあたりはね、ご自身でね、行く先の、国の状況っていうのを注意していきたいところなわけなんですよね。では次ですね、旅行先を決めるときに最も重視するのはどこでしょうかということなんですけど、安全性を求めるのが日本と韓国に対して、価格重視なのがイギリス、アメリカっていう結論のようですね。これもね、1番目の設問と聞いてる内容が近いですよね。次行きましょう。旅行スタイルはどのように変わりますかと。日本に関しては旅行する時期がいつになるのかっていう気にする人が多いみたいですよね。で、同じ視点のね、この時期に対する関心度合いが一番低いのが、日本と対照的にね、一番低いのがイギリスっていうことになるんでしょうけど、このね、イギリスはですね、アメリカと同様に旅行頻度を上げていきたいっていうふうに回答しているのが、多かったみたいですね。これちょっと面白い、結果ですよね。で、これっておそらくなんですけど、
ど、旅行解禁ムードになってきてる、EU 特有の状況なのかもしれないなっていうふうに、僕はね、見させていただいています。で、こう見ると、先日のね、韓国の二次感染が、開始されたかっていう思わせるようなね、ニュースもありましたし、EU 含めてね、ぶり返しには要注意っていったところですよね。そこがね、怖いところだと思ってます。で、お前の判断基準どうやねんっていう声が結構上がると思うので、ちょっとね、僕がどういうふうに、今後のね、海外渡航っていうのを考えているかっていうのをお話ししたいと思います。結構ね、私に関してはもうシンプルで、政府が入国解除を実施したタイミングが、私のタイミングになろうかと思います。おそらく世間のね、皆さんよりも旅行開始のボーダーラインっていうのは相当にね、低いだと思いますね。それだけちょっとね、早く海外に行きたいって思いはありますけどね。だからこそなんですけど、徹底的に対策をして、臨んでいきたいところになるわけなんですね。これって、要はただ単に自粛を続けていればいいのかっていうとね、やっぱ、これ人によってなんでしょうけど、僕はね、やっぱそうでもないなと思っているわけなんですよ。なので、自分をね、どういうふうに守っていくかっていうことは、非常に重要ですし、それが周りに回ってね、周りに迷惑をかけないっていうことにもつながっていくと思っているので、今後もね、そういったところに役立つ情報っていうのは心がけていきたいなと思っております。では、本日もご視聴の方ありがとうございました。